Hi everyone! 皆さん、こんにちは。ロサンゼルスからお送りしております。今日なんですが、今まで私が、共同親権が、お子さんにメンタル面で、精神面、情緒面なので、すごく、いい影響があるっていうことが、研究で、論文などで発表されてますっていうことを、多々申し上げたと思うんですけれども、皆さんからのコメントで、こういう研究論文を探してるんですが、どうやったら見つけれますかっていう、ご質問いただいたんですね。なので今日はそういう医学研究論文の探し方を実際にお見せしたいと思います。で、National Library of Medicine っていう、国立医学図書館っていう、もうあらゆる論文が見つけられる世界一のものがありますので、そちらを今からご紹介したいと思います。はい、それではですね、見ていきたいと思います。で、これ PubMed って言いまして、世界中の論文が、ここに医学論文が集められてるんですね。はい。36 million。うん。なので、ここに何でも入れると、それか、例えばもう入れたんですけど、joint custody、共同親権って入れると、共同親権関連の、あの、論文が全部出てきます、記事が。はい。例えば、これだったら、カナダの、その歴史的なこととか、法的なこととかの、あの、クリニカルな観点とか、が出てきたりとか、いろいろ、なので、もし、その、共同親権がどういうふうに子供に、いいかとか、いろんな意味での研究論文などを探している方がいらっしゃったら、これすごくいいです。そう、例えばこれ、ちょっと見たんだけど、Impact of Divorce on Children。なので、離婚したことの子供に対する影響、その発達的なものとかで考慮すべき事項みたいな感じなんですけど、はい。こうやって細かく出てきます。はい。で、そうですね。あとね、あと、例えば、ジョイントカスティもそうだし、co-parenting。co-parenting も、両親で一緒に、協力して育てるって意味なんで、この二つのキーワードで大体出てきます。これとか、co-parenting after marital dissolution and children's mental health, a systematic review。なので、離婚後の marital dissolution って離婚後の、子供の、あの、一緒に育てることによる子供のメンタルヘルスに対するレビューなんですけど、具体的にいっぱいここ書いてあるんで、ちょっと全部読まないですけど、でもこれだったら、例えば元データは2000年からの1月から2014年の10月までに、集めた、そう、この雑誌、PsycInfo、PubMed とか、ウェブの、で、ここら辺で探した記事が、全部を対象にしてて、みたいな。で、それは、933あって、そのうちの11個が、この11の記事がこれに該当してみたいな。で、結論としては、recommended that pediatricians and psychologists and other health professionals consider COVID。なので、小児科医とか、心理学者とか、そういう方々に、co-parent、一緒に育てることが心理学的いいっていう、ことを進めるみたいな感じなんですけど、はい、ここにバーって出てくるので、で、隣見ると、ここですね。例えば、free full text になってるから、有料のバージョン、有料だともっとデータもらえるのかなわかんないですけど、これ無料ので見てるんで、でも無料でも十分これ見れるんで、うん。で、例えばここのアーティクルタイプで選べるんですね。なので、クリニカルトライアルとか臨床試験とかそういうの含めたものが欲しかったらこれとか、それだけのやつが見たかったらこうやって相当できるし、はい。で、これ期間も、区切れるから、例えば、10年以内とか1年以内に出てた最近の記事探してたら、これで相当できるし、みたいな感じです。これ、その医学的なの全部あるんで、その共同親権についても調べれるし、例えば、cervical cancer vaccine。子宮頸がんのワクチンとかも話題になってるじゃないですか。そういうのとかも入れると、それの影響とかに関する研究のものとかすべて出てきます。あとは例えばコロナのワクチン、最近 COVID-19 vaccine、例えばサイドエフェクト、ね、副作用とか知りたかったら、これでやったら、バーって出てきます。例えばこれクリニカル、トライアル、臨床試験のものだけが見たかったらこうやって出てくるし、みたいな感じで、ものすごく便利です。そう。で、ここ見ると、その年度でこれだけの論文、だから2020から2023でこの時バーって135出たとか、このクリニカルで今サーチしてるんですけど、はい。
なので、そんな感じで、これものすごく便利なので、概要欄に貼っときますけど。はい、皆さん、パブメドいかがだったでしょうか？まさか、日本の国会議員の方々が世界でトップ、世界一位、年収約1億円の、前回の動画で、話しましたけど、の国会議員の方々が、まさか、そんだけのお金もらって、自らパブメドの存在を、出くわすと思うんですよね。こういう問題調べてたら。なので、それのことを知らないとか、あと、あそこに出てる共同親権の論文すべて目通してるべきだと思うので、もし目を通していらっしゃるんであれば、これだけの数の論文があって、全部ポジティブなことが書いてあって、それでもまだ導入されないっていう、そこが理解できないですし、まさか見てないとか、あとは、英語だからわからない、文書通信交通費っていう名前のものが研究費用っていうことになって、毎月100万円、年間1200万円もらってる立場の方々ですから、英語だからわかんないっていうのは、そんな言い訳通用しなくて、翻訳会社なりなんなり頼んで、読めますので、こういうのをもし読んでない、全く知らないっていうことだったら、その立場にいるべきではないですし、勉強して当然なので、やってないんであれば、国会議員失格ですよね。すごく便利なので、皆さんも、これだけ情報がはびこってる時代ですので、ご自身で何が正しいのかっていうのを、パブメドで検索して、正しい情報を、精査していただきたいと思います。私もこれすごく、便利で、よく使ってまして、例えば病気に自分がなった時とか、なんか薬、ドクターからもらった時とかも、情報調べて、で、たまにそれでドクターに行くと、そのことに関しては自分の方が知識が多かったりすることもあって、そういう場合はこの医者さんの持ってる情報は古いんだなとか、いい医者か、そうでない、信頼できるお医者さんかってことの判断材料にもなるので、すごく、使えると思います。今後役立てていただければと思います。はい。それでは、ここまでご覧いただいてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye!